Hello everyone, ダジャーハオ。皆さんこんにちは、ひときです。皆さん、ねの使い方はすごい難しいって思いませんか？例えば、いいねとか、天気がいいねとかよく聞くけど、でも実際は自分でどうやって使ったらいいかわからないっていう人が多いんじゃないかなと思います。今日はそんな皆さんのためにネイティブがどういう感覚で使っているのかを説明したいと思います。そして今日も友達に電話してたくさんねをゲットしたいと思います。その前に、じゃあねの使い方はどういうのがあるのか僕も確認のために調べたんですけど、めちゃめちゃ難しかったです。意味がたくさんあるし、しかも細かいシチュエーションで分かれているので、こんなの絶対覚えられないよと思いました。でも僕たちネイティブはそんなたくさんの意味を覚えてるんじゃなくて、そのねの感覚、ねのニュアンスみたいなのがなんかあって、それで使っているので、皆さんにはその感覚みたいなのがどういうのかを伝えたいと思います。ねは特に認めてほしいという時に使う。このイメージを覚えておくといいと思います。よくお父さんが子供と公園に遊びに行った時に子供にこれ楽しいねという風に言います。これはそう思うでしょ、楽しいでしょっていうことを確認したい気持ちが含まれていると思います。だからもしただ楽しいって言ったら本当にお父さんが一人で楽しいって思ってるだけになっちゃいます。だから楽しいよね、楽しいねって聞くことで自分の意見だけじゃなくて子供に確認して楽しい、大丈夫っていうことを言いたい時にこのねをつけます。この確認したい感じ、あなたもそう思うでしょみたいなことを言いたい、この感覚がねだと思います。だから一つ目のねの使い方はいい天気だねのねです。これもいい天気だねっていうことで自分がそう思うだけじゃなくて相手にもそう思わないってちょっと聞いている感じがあります。この同じ気持ちを確かめたいっていうのがあるのでご飯食べた時もこれ美味しいねという風に言います。そう思うでしょっていう意味があります。そして実はいい天気だねって言われた時にいい天気だねっていう風に言うこともできます。これは相手が認めて認めてって言ってるのに対して認めてるよ、いい天気だね、そう思う、僕はそう思うよっていうことを言いたい。この時にねをねで返すことができます。このいい天気だね、いい天気だねっていう時にねの言い方に気をつけないといけないです。なぜかというと、それはねっていう言い方をすると別の意味になっちゃうからです。あなたは田中さんですね。この最後をねってあげたら、これは相手に本当に質問している意味になります。もちろん、あなたは田中さんですかという言い方も合ってますけど、僕はこの人が田中さんか全然わからない時に使います。あなたは田中さんですねは、僕は田中さんだって知っているけど、でも一応念のため確認する。その時に、あなたは田中さんですねという言い方をします。だから、あなたはひときですかと聞いたとき、この人は 50% くらいはひときだと思うけど、ちょっとわからない感じです。でも、あなたはひときですねと言ったら、90% くらいはこの人はひときだなっていう風に思っていると思います。でもやっぱりねは確認じゃないですか。4つ目も実は確認です。これは自分が一人で何かしている時に、この問題は正解だねという風に独り言の時のねです。これも自分で自分に言い聞かせているねなので、そうだよね、間違ってないよねというのを確認する時に使っているので、全部同じなんですよ。だけど文法の本とか見るとこのねはこういう時に使うっていっぱい書いてあって、それはちょっと難しいかなって思うので、皆さんはこのニュアンス、この感覚を持っているといいと思います。5番目のねは一緒にしようみたいな時に使うねです。もちろん確認みたいな感じのねです。例えば友達と遊んで家に帰る時、友達に最後じゃあまたねとかじゃあまた会おうねとか、この時に使うねのことです。このねもやっぱり確認の時に使うねです。また一緒に遊ぼうね、また一緒に遊ぶよね、みたいな、この聞く時に使うねなので、また一緒に遊びたいでしょみたいな感じ。また遊んでくれるでしょみたいな時に使うねなので、これもちょっと確認というか、またしようっていう風に誘っている意味があります。だから例えば彼女が彼氏に私たち結婚するよね
って聞いた時に彼氏が「おー」みたいな反応をした時に彼女は結婚するよねねねねというような使い方もできます。6個目のねは相手に伝えたい時のねです。例えば僕がタクシーの運転手にあとどのくらいで着きますかと聞いた時にタクシーの運転手はあと30分くらいですねという言い方をします。この時のねも確認なんですけど、確認してほしい、相手にしてほしい、ちょっと教えている時に使うねになります。このねは僕の動画でめちゃめちゃ使ってると思います。僕が何かを教える時にという感じですね。この感じですね。ちょっと教えている時にこうですよ、知っておいてね、確認している時、ここは覚えておいてねっていう時に使うねになりますね。最後のねだから一緒に頑張ろうね、昨日ね東京に行ったのという風に文の途中で使うねです。昨日ねっていう風にねを使うことで昨日の話だよっていうのを特に強く言いたい時にこのねを使います。例えば学校でね変な人がいたのって言った時にこれは学校で起きた話だよ、他の場所じゃないよ、学校だよっていうのを言いたいので学校でねという風にこうちょっとまず教えて、それで話を続けています。これで一応ほぼ全部のねを教えたんですけど、細かい使い方はやっぱり覚えられないので聞くのが一番いいと思うんですよ。ですので僕の犠牲者僕の友達に電話をしてねをゲットしたいと思います。もしもし。さ、この前医学祭の時に来てたなんか留学生の女の子覚えてる？撮った写真を買ったじゃん。で、なんかその女の子がすごい褒めてたよ。そうなの？うん。で、俺の妹も写真買ったじゃん。うん。俺の妹なんかもうカメラまで買って本当に。マジドハマりしてんじゃん。そう俺は行ってないよ。そうだよね。俺も行けなかったんだけどなんか祝電って知ってる？祝電あるね。うん、そう祝電ってやつを送っておめでとうっていうメッセージを送ってそれだけだった。十分じゃない？まあ十分だよね。ちょっと俺たちなまだまだだもんな、うん、結婚とかな。まだまだ遠すぎて遠すぎ想像がつかない。あれなんかいい人いるんだっけ？いないね。いないね。まあしょうがないね。オッケーちょっと最近話してなかったからさ、ちょっと話したかっただけ、それを。なるほどね。ありがとう。いいや、この時間にまたかけてきても。ありがとう。じゃあね。はい。はい。めっちゃ難しかったよ。多分編集すると1分くらいだけど、実はいろんなトピック話してそれでネを頑張ってゲットしようとしたんだけど、でもネはやっぱり認めてるよっていうことをなんか言いたい時に言うから、俺が無理やり言わせるのはちょっと難しいんだよね。今日は俺頑張ったと思います。自分に拍手したいと思います。皆さんありがとうございました。もし字幕作ってみたいなって人がいたら、インスタグラムで DM したり、あとは Gmail で連絡してください。今ちょっとベトナム語の字幕がなくて、もし興味がある人がいたら、日本語話せなくても英語が分かったら OK だから、ぜひメールして。めっちゃ風がビュービュー吹いてて怖いんだけど、すごい音聞こえた？天気になれ